スカイリムにはパークの取得順によって最大ダメージが変化する呪文がいくつかあります。例えば、エレメンタルブラスト。エレメンタルブラストとは AE で追加されたエレメンタル系呪文の最上位で、炎、霊気、雷撃、すべての特性を併せ持っています。なので、炎強化、霊気強化、雷撃強化、すべての影響を受けます。そのダメージは40でしたが、属性強化パークすべてを取得すると、1.5 倍の1.5倍の1.5倍となり、135ダメージまで上昇します。この状態で戦慄の幻を取得します。戦慄の幻は本来恐怖系呪文の有効レベルを10上げる効果なのですが、なぜか炎属性呪文のダメージも10上がります。エレメンタルブラストも炎呪文の特性を持っているので、戦慄の幻によってダメージが上がります。すべての属性強化を取得してから戦慄の幻を取得すると、エレメンタルブラストのダメージが168になります。これは戦慄の幻によるダメージ上昇量10が、すべての属性強化の影響を受け、10の 1.5 倍の1.5倍の 1.5 倍となり、33.75 ダメージ上昇したことを意味します。属性強化をすべて取得してから戦慄の幻を取得する。これが最適な取得順なのかというとそうではありません。この状態でアージダルを装備すると、ダメージが202まで上がりました。これは戦慄の幻によるダメージ上昇分にアージダルの炎強化が載っていないことを意味します。ここでパーク取得前のデータからやり直します。今度は全ての属性強化を1段階ずつ取得します。その後戦慄の幻を取得して、全ての属性強化の2段階目を取得します。これでもエレメンタルブラストのダメージは168まで上がります。この状態でアージダルを装備すると、ダメージが210まで上がりました。これは戦慄の幻によるダメージ上昇分にアージダルの炎強化が載っていることを意味しています。パークの取得順を変えることによってアージダル装備時のダメージが202から210まで上がりました。ではこの取得順が最適なのかというと、そうではありません。現在このキャラは吸血鬼になっています。ここで吸血鬼を治療します。その後セーブ&ロードすると、ダメージが下がってしまいました。従来、戦慄の幻に影響するのは属性強化パークだけだと考えられてきましたが、実はそうではありません。今見てもらった通り、吸血鬼も戦慄の幻に影響します。厄介なのは、吸血鬼などの何かの影響によって、戦慄の幻によるダメージ上昇量を最大にできても、その何かが失われるとダメージが下がってしまうということです。ここで有効な効果を何も得ていないキャラを用意します。このキャラはゲーム開始後何もボーナスを得てないし、多くなので種族ボーナスもありません。この通り、パークも何も取得していません。属性強化、戦慄の幻取得後にダメージが変化する可能性があるのは何かを失った時だけで、後から何かを得る分にはダメージは変化しません。なので、もしこのキャラが属性強化と戦慄の幻だけで、エレメンタルブラストのダメージを最大まで伸ばすことができれば、そのダメージはその後変化することはありません。つまり、最適な取得順というわけです。それでは、私が発見した最適な取得順を紹介します。炎強化2段階、霊気強化1段階、雷撃強化1段階。戦慄の幻。霊気強化2段階、雷撃強化2段階。これでエレメンタルブラストのダメージは168まで上昇しますし、アージダルを装備すれば210までダメージが上がります。属性強化と戦慄の幻以外のパークやボーナスは何も得てないので、それらを失うことによるダメージの変化もありえません。つまり、間違いなく、これが最適な取得順です。しかし、実際のプレイでこの取得順を試してみても、最大ダメージを出せるとは限りません。ゲームを進める中で、戦慄の幻に影響を与える何かをすでに得てしまっている可能性があるからです。そこで、一体何が戦慄の幻に影響を与えるのか、調べられる範囲で調べてみました。その結果がこちらです。左が戦慄の幻に影響を与える要素。右が戦慄の幻に影響を与えない要素です。ブローラーの利益などあまりに面倒なものや、時間制限付きのバフについては調査していません。他にも漏れがあるかもしれませんが、主要なボーナスについては調べられたのではないかと思います。それではこの調査結果に基づいて、改めて最適な取得順を説明します。属性強化の仮面や、血虫の兜を装備していたら外す。というか装備は全て外しておくのが無難です。ボーンウルフを連れているなら別れる。回復強化、動物奏者のパークを得ていたら解除する。同胞の洞察、恋人の洞察を得ていたら学者の洞察に切り替える。吸血鬼になっていたら治療する。内なる炎を得ていたら別の瞑想に切り替える。船乗りの安息は解除できないので、すでに取得していた場合の最適取得順を紹介します。全属性強化1段階。戦慄の幻。全属性強化2段階。これで最大ダメージを出せます。
まとめるとこのようになります。この動画では影響を与える要素を解除することを前提として手順を紹介しましたが、別に解除しないでもパークの取得順次第で最大ダメージは出せます。特にパークは解除が面倒なので、解除しないで最大ダメージを出せる取得順を探すのもありだと思います。また、この動画では最大ダメージを出せてるか確かめるためにアージダルを使用しましたが、実はエレメンタルブラストに最も有効なのはザークリソスです。なので、実際に運用する際にはザークリソスを装備することをお勧めします。それと、一応この動画で紹介した手順は、炎呪文で最大ダメージを出せる手順でもあるので、SE においても最適な手順であると言えます。しかし、エレメンタルブラストと違って、炎呪文で最大ダメージを出せる手順はいくらでもあるので、わざわざこの動画で紹介した手順にこだわる必要はないかもしれません。アージダル装備時に火炎のダメージが33になっていれば、最大ダメージを出せているので、最大ダメージにこだわりたい方は、この数字を出せているかチェックすることをお勧めします。最後に、私のチャンネルではこの他にも、私のチャンネル以外ではネット上のどこでも見られない小ネタやテクニックをいくつか紹介しています。なので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。